今回はグループ A を走った R32GTR の話をしたいと思います。気になるポイントとしてちょっと4つの話題を紹介したいと思います。1番がエンジンの性能差、2番が 2WD で走ってたのか、3番がタイヤメーカーによる性能差、4番マカオ GP、4番はちょっとおまけですね。この辺についてだいぶ答えというかね、いろんな方のインタビューとかでようやく最近分かってきたので紹介したいと思います。1のエンジンの性能差です。エンジンは当然 RB26 の DETT なんですけど、グループ A 走ってた車は基本的にニスモが管理したレイニック製、日産後期製のエンジンを使ってますね。で、HKS と FET は自分たちでエンジン作ってたので、この2つのチームは除くと。当初はブースト 1.6 で始まって、すぐにその後、ブースト 1.4 で統一されました。でもターボ車なんで、勝手にブースト上げちゃえば早く走れちゃうわけですけど、それを防ぐために、エンジンを始動するときには、必ずニスモのスタッフが立ち会っていたそうです。見張りをされている状態なので、エンジンの変なとこは勝手にいじったりできなかったわけですね。それで、性能が統一されていたというはずなんですけど、こんなことがありました。ニスモ管理下のエンジン。土屋圭一選手が91年当時のインタビューで語ってます。真横に並んでイン差して立ち上がっていくと離される。ブーストの違いかな。日産ワークスドライバーである星野組、長谷見組とはブーストが違う。おそらく土屋選手が言ってるのはカルソニック号とかリーボック号と競ってる時の話だと思うんですけど、同じように立ち上がってても置いてかれちゃうと。ブーストが違うのかなと言ってました。これ YouTube に動画あります。で、表向きはみんな同じブーストで走ってるということだったんですけど、星野さんも長谷見さんも日産のワークスドライバーですから、この2人のエンジンが速かったとしても不思議ではないですよね。それまで日産に対する貢献度もあるし、何しろワークスドライバーなんでね。なので実際は差があったんじゃないのかなっていうことですね。で、エンジンを自社開発してた FET なんですけど、どんな感じだったのかっていうと、長坂選手が最近のインタビューでこう言ってますね。ライバルを出し抜こうとしてブースト圧を上げるからとにかく壊れてばかりで、最後の 2,3 戦は日産後期のエンジンを借りて走ったんだ。あの時のエンジンは丈夫で壊れなくてトルクも出ていって乗りやすく、もっと早く気づくべきで。さっき紹介したようにニスモのエンジンを使っちゃうとブーストが管理されちゃうので出し抜けないわけですよね。なのでエンジン性能でライバルを上回ろうってことで FET は自分たちでエンジンを作ってたんですけど、結局エンジンが壊れちゃうと。で、最後の最後にエンジンが足りなくなってレイニックのエンジンを借りてみたら壊れないしトルクも出てて乗りやすいと。もっと早く気づくべきだったと言ってますね。やっぱり日産後期レイニックっていうのは 26DETT をあのエンジンそのものを作った会社ですから、エンジンのことよくわかってるわけですよね。そこが要するにワークスチューン、とてつもない精度の高いエンジンを組み上げてるわけですから、全然叶わないってことですよね。あと、今回は紹介しないですけど、HKS も自分たちでエンジン作ってましたけど、HKS は一回勝ってますから、なかなかすごいですね。でも HKS を紹介しちゃうと、それだけで動画一本になっちゃうんで、今回は紹介はしませんけども。で、丸2番の 2WD で走ってたのか。長谷見選手はこう言ってますね。とにかくアンダーステアが強い。2WD にしたら、スゴーで1秒早かった。これはね、私の体験談です。東京モーターショー部品会社ブースにいて、星野さんも長谷見さんも 2WD で走ってますよ。アテーサはバランスを取る重りみたいな感じです。と言われました。長谷見選手のインタビューは近年のインタビューで言ってて、R32 がアンダーステアが強いもんだから、配線を外して 2WD 状態でスゴーで走ってみたら1秒早かったと。そう、これもね YouTube で喋ってます。で、その話を聞いた時に私自身がモーターショーで聞いた話を思い出したんですね。アテーサ ETS を作ってる会社、ごめんなさい、会社名忘れちゃったんですけど、その日産の関連会社だと思うんですけど、そこの担当者の人が話してくれて、レースでは星野さんも長谷見さんも 2WD で走ってますよ。アテーサは車のバランスを取る重りですとか言ってて、その時は全然ピンとこなかったんですけど、この長谷見選手のお話を聞いて思い出しました。で、本当のところはわからないんですけど、おそらく、このグループ A の GTR は前後のトルク配分変えるスイッチがあるんで、レースで走り出しちゃったら、もう後ろ寄りに全部振ってたってことなのか、
もしくは、走り出したらコンピューターが自動で 2WD にしちゃうのか、まあそんな感じなんだと思うんですよね。でも 4WD を完全に切ってるってことはありえないですよね。スタートの時は4駆でスタートしてるし、雨の日も4駆で走ってるように見えるし、あとグラベルから脱出する時なんかも、4WD の状態で脱出してきますよね。なので状況によってうまく切り替えてたっていうことなのかなと思いますね。で、その長谷見選手が訴えてたアンダーステアについてなんですけど、チームメイトだった福山さんはね、こう言ってます。ちょっとアンダーステアぐらいが僕には乗りやすかった。で、服部選手。これ、服部選手はスパ24時間でグループ A の GTR に乗ったわけなんですけど、全然そんなことなくて乗りやすい車でしたよって言ってます。なので、長谷見選手が訴えてるアンダーステアっていうのは、本当に星野選手、長谷見選手の二人のレベルに行くと感じるアンダーステアってことなのかもしれないですね。実際グループ A でマシンの差があろうがなかろうが、星野さん、長谷見さんが当時はダントツで速かったっていうのは間違いないと思うんで、二人が感じた世界ということかもしれないですね。次、3番、タイヤ性能の違い。この時の GTR には、ブリヂストン、ダンロップ、アドバン、あとトランピオでしたかね。いっぱいタイヤメーカーが来てたわけですけど、そこでどういう性能差があったかという話なんですが、長谷見選手がこう言ってますね。ライバルは星野というより、ブリヂストン勢だと思ってた。で、土屋選手は当時のインタビューで、勝てないのはタイヤがあと一歩かな。当初は BS が圧倒的性能、ダンロップ、アドバンが続くという状態だったのかなと。この長谷見選手の発言は YouTube に動画あったんですけど、消されちゃったのが見れなくなっちゃったんですよね。その動画で長谷見選手がいっぱい GTR について語ってくれてたんですけど、ちょっと見当たらなくて。でもこんなような趣旨のことを言ってました。ブリヂストン勢が敵だと思ってた。土屋選手は当時のインタビューでこう言ってます。これは動画あります。この二人がここまではっきり言うってことは、ブリヂストンに対してタイヤ性能がすごい差があったんでしょうね。確かにブリヂストン履いてる星野選手がスタートから逃げ出しちゃうと、全然追いつかないレースが何回もありましたよね。なんで、まともに戦ったら勝てないぐらいのタイヤの性能差があったのかもしれないですね。で、4番、マカオ GP での速さ。90年、91年と長谷見選手は、マカオグランプリに GTR で参戦しています。で、その時の話なんですが、自分はマカオが好き。自分で計画を立てて参戦した。指定ガソリンが航空燃料。ブーストも予選 1.8、決勝 1.6、R32 の持つポテンシャル全開。狭いマカオでシエラ M3 をぶっちぎる。90年はぶっちぎりで優勝してました。で、91年はウェイトを積まれちゃったんで勝てなかったですけど、そもそもこのマカオの遠征っていうのは、長谷見さんが自分で計画を立てて参戦してるんですね。私、日産が準備してんだと思ってたら違うみたいで、長谷見さん素晴らしいなと思いました。で、マカオグランプリは航空燃料なんですね。要するにアブガスですかね。で、ブーストも別に遠慮する必要がないので、1.8 と 1.6 で走ったと。この時の R32 が本当の GTR の速さだったそうですね。で、ぶっちぎりで勝ったわけですけど、マカオはね、ハイスピード区間もありますけど、くねくね狭いところもあるんで、必ずしも GTR が有利ってわけじゃない気がするんですけど、フォードシエラとか M3 をぶっちぎってましたから、長谷見選手が運転が上手いのはもちろん当然として、市街地コースでダスティなんで、その辺ももしかしたら4駆が効いたのかもしれないですね。何しろ世界最速のね、ツーリングカーだっていうのをね、証明してました、マカオグランプリで。長谷見選手が自分で計画して参戦してたレースなんで、本当にお疲れ様ですというか、ありがとうございますって感じですね。GTR の速さを世界に知らしめてくれました。で、そう、このマカオグランプリでブーストを上げて走ったわけですけど、国内で走ってる時はだいたい600馬力ぐらいなわけですよ。だけど、あれは速すぎると他のメーカーが参戦しなくなっちゃうからつって遠慮してブーストを下げてただけで、このマカオの時みたいにブースト 1.8、1.6 で走っても全然大丈夫なわけですよね。そもそも RB26 が持ってるポテンシャルとレイニックが組み上げたこの精密なエンジンっていうのがどんだけすごいかってことですよね。これまでこんなことができる日本車の市販車ベースのエンジンっていうのは存在しなかったですから、そこが本当にこの時の日産のすごいところですね。こんな感じで、グループ A の GTR のちょっと気になるポイントを、
4つ紹介しました。結構マニアックな話題だったと思うんですけど、GTR の動画ってね、いっぱいあるんで、ありきたりな話題を私が話しても全然面白くないと思うんで、はい、ちょっとマニア向けな話をしました。